こんにちは、ふーです。なんとなく新潟に行きたくなったので、夜な夜な関越道をひたすら下って新潟県に向かってます。深夜の出発だったので、新潟に着く頃には夜が明けてそうです。道中星峠の棚田という田園風景を一望できる場所があるみたいなので、そこで車中泊することにします。今回の旅も無計画ですが、いつも通り山登ったり、集落巡ったり、日本海の美味しい魚を食べたいと思います。星峠の棚田駐車場に着きました。着く頃には4時になっていたので、日が昇り始めています。一晩中運転して疲れたので、さっさと寝て明日に備えますね。久しぶりのジムニーでの車中泊でワクワクします。標高が高いので気温は28度と涼しいんですけど、湿度が高くてムシムシします。何か対策があればいいんですけどね。棚田を見下ろすと雲海が見れましたよ。星もとても綺麗で、梅雨とは思えない贅沢な景色を拝めました。夜明けに写真を撮る機会ってあまりなかったので、お気に入りの写真が撮れて満足です。たまには夜更かしもいいですね。疲れもピークに達したので寝ます。明日は近くの集落に行って美味しいものを食べに市場に行こうと思います。朝も比較的涼しかったので車内で過ごせました。これからの時期は山にこもるのが正解ですね。曇ってはいますが、棚田の景色はとても綺麗でしたよ。標高が高くても直射日光だとさすがに暑いですね。今年の夏はいろんな環境で車中泊して快適に車中泊できる標高などを皆さんに共有していきますね。近くに荻野島かやぶきの里という日本昔話に出てくるような集落があるので行ってみることにしました。荻野島かやぶきの里は約800年もの歴史がある集落で、民家の半分以上がかやぶき屋になっていて懐かしい景色が見られるそうですよ。その後はせっかく新潟に来たので、海辺の市場によって美味しい魚を食べてきますね。途中道の駅松代ふるさと会館に寄ってみました。ここは北越急行北北線の松田駅に併設されている道の駅のようです。北北線ってなんだか可愛いですね。北北線の歴史について記してありました。1931年、冬には全く使い物にならない自動車に代わって鉄道が必要だということで建設されたそうです。お腹空いたのでファミチキとピノ食べて荻野島に向かいますね。荻野島に着くと綺麗な原風景が広がっていました。ここは環状集落と言われていて、真ん中にある田んぼを囲むように民家が立ち並んでいます。日本の農村100選にも選ばれているそうですよ。駐車場もあるみたいなので車を止めて徒歩で散策していきます。緑豊かな田んぼやそれを囲むかやぶきの家並みは日本昔話に出てくるような情景でした。集落規模は21世帯と43名で、とても静かでゆったりとした集落でした。私は村や集落で育ったわけではないんですけど、なぜか懐かしく感じて思いを馳せてしまいます。集落ってそういった魅力がありますよね。集落にある神社のご神木はとても立派でしたよ。樹齢約700年だそうなので、ちょうど集落が形成された時期と一緒です。荻野島をずっと見守っているんですね。せっかく新潟に来たので市場に向かいます。
長岡市に魚の市場通りっていうところがあって良さそうなので行ってみることにしました。丘を越えて見えてくる海って素敵ですよね。そういえば日本から見るのは初めてでした。まああれが太平洋って言われてもわかんないんですけどね。起きるのが遅かったのと集落でゆっくりしすぎたので日が暮れそうです。市場の営業時間に間に合わなさそうなので、今日は市場の近くで車中泊して朝一で美味しい刺身を食べることにしました。一人無計画の旅ってこういう時適当でもなんとかなるので最高ですね。ということで今日の夜ご飯の買い出しをしに行きます。手の込んだめんどくさい料理はしたくないので、いつも通り風居酒屋をやります。市場の目の前に大きな駐車場がありました。トイレもあるし、すぐ目の前に交番もあるので、これなら安心して車中泊できそうです。早速準備していきますね。ジムニーのはしごに登るのも久しぶりなので落ちないように気をつけます。乾杯。いっこらしょ。よいしょ。それにしても最近暑すぎてムカつきますよね。この日は幸いなことに気温もそこまで高くなかったので快適に過ごせました。今日も茶色いお惣菜とハイボール決めていくいつものルーティーンです。やっぱり車中飯は簡単居酒屋メニューに限りますね。おしゃれな車中飯を作っている人には到底かなわない雑料理ですがお許しください。もはや料理というのもおこがましいですね。けどこれが一番美味しいんです。いただきます。夜の海風に当たりながら飲むハイボールは別格でした。夜は涼しくて快適なのでぐっすり眠れそうです。2日分の疲れをしっかりとりますね。朝は市場がにぎわっている声で目が覚めました。早速市場に行ってみます。魚の市場通りは魚のアメ横とも言われていて、新鮮な海鮮物と豊富な品揃えが自慢だそうですよ。
市場の活気ある雰囲気や匂いが大好きです。市場の新鮮なお刺身はめっちゃ美味しかったですよ。明日はコロッケ屋さんのバイトがあるので、そろそろ帰らないといけません。せっかく新潟まで来たので、もう少し海で遊んでから帰ろうと思います。砂浜に降りられるところがあったので降りてみました。外は死ぬほど暑いのに海水はとてもひんやりしていて気持ちよかったですよ。梅雨時にもかかわらず今回の旅はほとんど晴れていました。夏の青空って本当に綺麗ですね。いい感じの撮影スポットがあったのでやってみました。下に見える駅は大見川駅で日本一海に近い駅だそうですよ。大きな赤い橋は米山大橋というそうですよ。丘から眺める景色はとても綺麗でした。撮影をしていると地元のおじいさんにもっといい場所があるからついてきてって言われたので行ってみることにしました。 RPG ゲームのイベントみたいでめっちゃワクワクしました。険しい道を5分ほど走るとかもめヶ原の展望台に着きました。別名小人岬とも言うそうなんですけど、ここからの景色も素晴らしかったですよ。いやー、晴れてくれてよかったです。海は本民のふるさとということでツーショットを撮りました。新潟の海も満喫できたのでそろそろ家に帰ろうと思います。時間とお金があればフェリーにジムニーを乗っけて佐渡島とか行きたかったんですけど、それはまたの機会にします。今度新潟に来るときはもっとゆっくり回りたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の旅でジムニーが塩水をたっぷり浴びているのでしっかり洗車しないとですね。年内の予定なんですけど、とりあえず夏の北海道は確定して順調に行けば秋には四国と九州に行きたいと思っています。よかったら次回も見てくださいね。じゃあまたねー。